春ですね。ウキウキする季節です。気持ちは春色？ピンク色？私はなぜかオフホワイトかな。地に足がついてないようなふわふわした気分です。このふわふわ感はなぜだろう。もしかしたら息子が遠くに引っ越したせいかもと思い当たりました。今まで車で1時間ぐらいのところにいた息子。しょっちゅう会うわけではなかったけど、その気になればいつでも会いに行けるという安心感。それがなくなって足元がふわりと浮いてしまったような。すごく寂しいわけではないんだけど、なんとなく心もとない。そんな春の日です。一人で生きると心に固く決めてるわけじゃなく、行きがかり上、そういう人生なのかなと受け入れて、ならば誰かにご機嫌を取ってもらうんじゃなくて、自分の機嫌は自分で取る。というわけで花を植えてます。見切り品の花の苗、割と好きなんですよ。うちの庭で元気に成長してくれればよかった。あなたの咲かせた花は本当に綺麗だねって心の中で褒めたたえる。もしもしおれてしまったら、うちの庭と相性が合わなかったのねと納得する。誰のせいでもないし、私のせいでもない。自然の摂理。思い出キャラメルって知ってますか？日曜の午前中のラジオ番組で有名なアナウンサーが考えた言葉なんですけどね。年を重ねて褒められることが減った大人が優しい出来事や甘酸っぱい出来事を時々思い出して甘い気分に浸る。心の中にしまっておいたキャラメルを時々取り出して舐めて幸せに浸るみたいなイメージですかね。で、私が時々取り出すのは思い出だけじゃなくて実物もある思い出キャラメル。孫が5歳ぐらいの時にくれた手紙です。マリさんのことが大好きだよ。びっくりマーク。これを読むたびにキャラメルをポンと口に放り込んだ時みたいに甘くてうっとりしちゃう。確か子供が小さい時にもママ大好きって言ってくれたはず。でも大人になったらこんなストレートな言葉は口にしないですよね。いいんです。今は言ってくれなくて。思い出の中の言葉だからちょっと切なくてなおさら甘く感じるんですよ。みんなにも思い出キャラメルはありますか？ふわりと心もとないような日が続くなと思ってたら、不意に孫から一人でそっちに行ってもいいと連絡が来ました。お母さんが、私の娘のことなんですけどね、仕事でいないからうちでお昼ご飯を食べたいらしいです。というわけでピザを作ることにしました。ピザ生地は2日前に仕込んで冷蔵庫に入れておいてもいいし、当日の朝に仕込んでも間に合う。パンを作るより時間の融通が利くから気が楽です。そういえば孫がまだ小学校に上がる前、娘家族が仕事の関係で遠くに引っ越したことがありました。あの時も一抹の寂しさを覚えましたよ。でも会いに行く楽しみが増えたと気持ちを切り替えて、よし、3ヶ月に一度は飛行機に乗って会いに行くぞって決めました。そしていよいよ会いに行く日。空港へ向かうモノレールの中で自分でもびっくりすることが起きました。もうすぐ会えるんだなと思ってたら、その瞬間、全身の血が炭酸水になったみたいにシュワシュワっとしたんです。しかも強炭酸水が全身を駆け巡る。人間って本当に嬉しいと血管に流れる血が強炭酸水に変わるんですね。後にも先にもあんなことが起きたのは一度きり。今度息子に会う時に全身炭酸水になれるんでしょうかね。
そりゃないか。まあ何はともあれ、離れて暮らせばそれだけ会いに行く楽しみが増えるってことですね。今作ってるのは桜の台湾カステラです。極上の桜味の台湾カステラが食べたくてレシピを考えながら何度も作ってます。まだ完璧じゃないんですよ。メレンゲは緩すぎず硬すぎずってところがポイントなのだけど、砂糖を3回に分けて加えてその都度泡立てる。緩すぎると膨らみが悪いし、硬すぎると割れてしまう。メレンゲの角がゆるりとお辞儀をするぐらいがいいんですけどね。つい泡立てすぎちゃうんですよね。メレンゲと卵黄生地を丁寧に合わせていく。泡立てすぎたから混ぜる回数を増やしてみよう。いやいや、それが正解じゃないですよ。大失敗にならない程度のリカバリー方法。苦肉の策だから内緒にしておいてくださいね。60年もののパウンド型は最近のものよりだいぶ薄いから、アルミホイルを巻いて熱の入り方を調節してます。湯煎焼きのお湯は熱湯じゃなくてお風呂のお湯ぐらい、ややぬるめですね。150度で1時間。うまく焼けるといいな。本メイク調理を始めます。ふわふわに焼けました。そして湯煎焼きならではのしっとり感。横が割れちゃってますね。食べるのに支障はないです。でも完璧ではない。だけど美味しいと思いますよ。ピザの具はどうしましょうかね。それとソースはどうしようかな。ピザソースはあるけど、冷凍しておいたキーマカレーも使ってみよう。ほら、ピザ生地ですよ。すごくない？なんかこの軽く丸める。お昼前に孫がやってきました。一緒にピザを作りますよ。中学生の孫、大きくなりました。私のエプロンがちょうどいいサイズになってます。ピザ生地を伸ばすのに手こずってたけど、具は好きなのを自由にのせてます。本メイク予熱完了しました。食品を入れ、扉を閉めてスタートキーを押してください。あえてピザソースは塗らずに上からかけてみるんだそうです。私には思いつかない斬新なピザですね。中学生が喜びそうなジュースは我が家にはありません。レモンを絞って蜂蜜を入れて炭酸水で割りました。美味しそう。そうだよね、これ。美味しそうだよ。あと2個。可愛くないこれ？もういい感じじゃない？一緒に作って一緒に食べるピザ。一人のご飯は気楽で美味しい。孫と一緒のご飯は楽しくて美味しい。
い焼きですか。どうぞ。デザートは桜あんのクリームをサンドした桜の台湾カステラ。ふわふわと心もとなく、ふらふらっとしてた気持ちが孫と一緒に過ごしてシャキッとしました。冬のまま飾ってた編みぐるみの雪だるまを片付けて気分を一新しましょう。こんなのはどうですかね。雑誌の付録についてたバッグ。思いのほか使い心地が良くて、何かといえばこればかり使ってます。あともう少しだけ大きいと使い勝手がもっといいような気がするんですよね。この形でやや大きめのバッグがないかとお店で探してみましたよ。だけどピンとくるものがなかった。となればやっぱり作るしかないよね。この形のバッグを作るのは初めてだし、ファスナー付きのバッグも作ったことがない。自信があるかないかは置いておいて、本当にできるのかどうかはやってみなくちゃわからない。バッグがどんな構造になってるのかじっくり確かめて型紙を作りました。こんな感じですかね。ああでもないこうでもないとファスナーの長さを見直して、それに合わせてバッグのサイズをちょっと変えたりして、苦労の跡が残るメモ用紙。バッグに裏地をつけるのも初めて。裏地はいっぱいある端切れで間に合わせよう。 YouTube で洋裁チャンネルを見て、ロータリーカッターなるものを知って早1年。やっと手に入れる決心がつきました。おー、調子いい。使い慣れればもっと便利に素早くカットできそうです。縫いましょう。まずはファスナーをつけるところから。表地と裏地でファスナーを挟んで縫う。最終的にどっちが表でどっちが裏になるのか頭がこんがらがってます。実は一度間違えてやり直してるんですけどね。なるほど、こういうことね。ファスナーがちゃんとつけば第一の関門は突破。形が見えてくると表裏で迷うこともほとんどなくなりました。底をつけましょう。表地と裏地のそれぞれに底をつけて返し口を作っておくらしい。これで裏返せば本当にバッグの形になるんでしょうかね。一抹の不安を抱きつつ、ちゃんとできてると信じよう。肩紐は長さが調節できるようにしましたよ。そのために使う部品の名前も売り場もわからなくて、お店の人に説明するのにちょっと苦労しました。送り管と角管という部品なんだそうです。作ってみて初めて知ることがいっぱいです。一つ賢くなれた自分が嬉しい。裏返したら果たして表裏間違えずちゃんとバッグの形になってるのか、ワクワクしますね。おー、バッグになってました。魔法みたいで
自分で作っておきながら不思議な気分。返し口を閉じれば出来上がりです。ミシンで縫えないこともないけど、ここは手縫いで。愛おしくてもうちょっと時間をかけていたい。そういう風に作ってなかなかいいんじゃないですか。ちょっとそこまでのお出かけとか、母を乗せた車椅子を押してのお散歩にちょうどいい。これだけの荷物と家の鍵が入って少しゆとりがあるバッグを目指したんです。サイズ感はバッチリです。お散歩は斜め掛けで体にフィット。ショルダーバッグとしても使えます。お気に入りのバッグになりそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も